加減諦めんか。他にも人がいるとは。お主も運が悪いの。まあここで会ったのも何かの縁。さすがのわしも見殺しは夢見が悪い。少し時間を稼ぐ。合図をしたら一気にあやつの横を駆け抜けよう。いいな。あなたは気にするな。適当に逃げるでな。お主何を。見殺しは夢見が悪いでしょ。すごいのじゃ。ぼやーってしてると思ったらなかなかの使い手ではないか。お主見どころがあるぞ。ん？どうしたのじゃ。しっかりせい。おいおい。おはよう。気分はどう？私のことわかる？よかった。それじゃあ改めまして、私フェステよろしくね。お姉ちゃん遺跡で倒れちゃったの覚えてる？運ぶの大変だったんだから。あの遺跡は最近発見されたばかりで、他の人はほとんど知らないはずなんだけど、どうしてあんなところにいたの？どうしよう。倒れた時に頭打ったとか？でも大きな怪我はなかったし。あ、そうだ、名前は？それ以外は？思い出せない。そうなんだ。あなたも。記憶がないのに一人は寂しいの。実はフェステも昔のことはあまり思い出せないんだ。だから仲間だね。そうだ、フェステお姉ちゃんの記憶を取り戻すお手伝いをしてあげる。遺跡で助けてくれたでしょ。だから今度はフェステに助けさせて。よーし、そうと決まったら行動あるのみ。体が大丈夫そうならもう一回あの遺跡に行ってみようよ。何か手がかりがあるかも。よし。そうだ、出かける前にこの宿帳にサインしておいてくれるかな。よっしゃー。宿帳とは仮の姿。これはわしとの下僕契約書じゃ。これでお主は今日からわしの下僕じゃ。キリキリ働いてわしの借金を減らしてもらうぞ。お主なかなかに良い腕をしておったからな。このまま逃すのは惜しいと思っとったんじゃ。では改めて自己紹介じゃ。わしはフェステ、人呼んで永遠の美少女よ。なーに心配するな。お主の記憶の手がかり探しを手伝ってやるのは本当じゃ。ついでにだがな。では行け我が下僕よ。まだ見ぬお宝が待っておるわ。とまあそんなわけでよろしくね。さて
まずはこの宿の亭主に挨拶じゃな。遺跡からお主を運んでくれたんじゃ。礼くらいは言っておくがいい。亭主なら1階のカウンターでふんぞり返っておるぞ。ここアステルリーズは近隣でも最大の商業都市じゃ。手に入らぬものなど何もない。気になった店はとりあえず覗いてみるとよいじゃろう。それと冒険者が依頼を受ける開拓局なんてものもある。とにかく広い町じゃ。焦らずゆっくり慣れていけばよい。あの門の外はモンスターたちが住む世界じゃ。一度越えれば戦いが待つと心得よ。ここがアステリア平原じゃ。マグナ大陸の南端で最も豊かな草原地帯じゃな。いろいろ役に立つものが見つかるし、バファリアの遺跡もあちこちに眠っておる。なくした記憶の手がかりも見つかるやもしれんぞ。お主と会ったのはあっちの方にある遺跡じゃ。まずはそこを目指すがよい。最近見つかったばかりでまだ手垢がついておらん。しかしそんな場所にいたのだからお主はよほどの情報通じゃったのかもな。今は無理に思い出さんでいい。とにかく行ってみようぞ。わしとしたことが気づかなんだ。行け下僕よ、蹴散らしてしまえ。イマジンシードじゃな。なんじゃ、イマジンシードのことも忘れとるのか。これはなかなかに厄介な記憶喪失じゃな。よいか、イマジンシードとはつまり意志の結晶じゃ。この星に生きる全てのものが持つエングラム。これに強い意志が作用し物質化したもの、それがイマジンシードじゃ。ここまでは良いな。イマジンシードは持ち主のエングラムを注ぐことで様々な力を引き出すことができる。まあ持っていて損はないじゃろう。さてと、他に手がかりになりそうなものはあるか？そうか、仕方ない。一旦アステルリーズに戻るぞ。危険な場所に長いは無用じゃからな。どうかこの世界。わお、発見されたばかりの遺跡で出会うとは相変わらず鼻が利くな、アジンのお嬢ちゃん。あやつはジェイク、アステルリーズの自称トップ冒険者じゃ。お褒めいただき強越至極。自称は余計だがね。残念じゃがこの遺跡はすでにわしらが踏破した。出遅れ組は帰れ帰れ。なんだって、中にいたモンスターは。このわしの手にかかれば一瞬よ。事前調査ではそこそこ厄介だったはずだが、君が倒したのか、一人で。ゴー、そいつはすごい。この辺じゃ見ない顔だが、アステルリーズに来たばかりか？冒険者登録はまだしとらんが。なんじゃお主、口でも聞いてくれるのか？ああ、有能なやつはいつでも大歓迎だ。なあルキー、冒険者登録をして依頼を受ける気があるなら、このジェイク様を頼ってくることをおすすめするぜ。いつでもウェルカムだ。俺は開拓局にいる。その気になったら訪ねてくれ。じゃあね。相変わらずキザなやつじゃのう。ま、あやつがいるなら冒険者登録もすんなりいくじゃろ。少々うざったいが、あやつはアステルリーズにいる冒険者のまとめ役みたいなものなんじゃ。ここで会ったのは運が良かったかもしれん。お主、なかなかに持っておるのう。
よいか。自身の記憶も気になるじゃろうが、まずはお主が暮らしていく手段を整えねばならん。そのために何が必要か、ズバリ金じゃ。お主の腕があれば冒険者として稼いでいけるじゃろう。そのためには開拓局に登録せねばならん。それにあそこには情報が集まる。いずれお主の記憶につながる何かに出会うこともあるじゃろうて。そうと決まれば行動あるのみじゃ。早速ジェイクに会いに開拓局へ行くぞ。ここが開拓局、世界中の冒険者を支援する組織じゃ。というと堅苦しいが、まあ要するに仕事の紹介所みたいなものじゃ。お主も冒険者になればここで依頼を受けて稼げるようになるぞ。出たな。行け、お主なら大丈夫じゃ。こやつまさか。いや、気にするな。今は倒すことに集中じゃ。お前すげえな。俺が見込んだだけのことはあるぜ。しかし悪い、情報よりも強かったな。これは下見をしなかった俺の落ち度だ。どうしたジョーちゃん、顔色が悪いぞ。まさかとは思ったが、こやつはアバリティアじゃ。冗談きついな。アバリティアってのは冒険譚に出てくる怪物だろ。あれだよな、神に背いた罪を負いながら時空を超越して生き続けてるっていう。あの強さじゃ。アバリティアに相違あるまい。そいつをお前は倒しちまったのか。一体何者だ。これじゃ俺が教えることもすぐになくなっちまうな。まったく頼もしい後輩で嬉しいぜ。ともあれ俺は先に帰らせてもらう。アバリティアが奴一匹ならいいが、もし他にも現れるようなら町へ注意を促さねえとな。じゃあな。後で開拓局に来てくれ。報酬はきっちり払うぜ。あれはどういうことなんだ。どうした。びっくりしたのじゃ。なんじゃ貴様は。今空から飛んでこなかったか。君はライジャなのか。ライジャ？なんぞそれ。この揺らぎはライジャの。いやでもあなたは何か知っているの？それにしては決断を下すのはまだ早いか。おいこりゃ、お主何者なんじゃ。さっきからわけのわからんことをつぶやきよって。そうだね、名前くらいは教えておこう。この先長い付き合いになるかもしれないしね。僕の名はメルローフ、ただの放浪者さ。それじゃ。しかし妙なやつじゃったな。よいか、ああいう輩に絡まれても無視を決め込むんじゃぞ。少々親切にされたからといって気を許してみろ。つけ込まれるに違いないわい。なんじゃ、わしをじっと見て。それよりあやつライジャとか言うておったな。
ライジョなんか聞いたことあるような。ダメじゃ、思い出せん。とにかくあれじゃ、忘れんうちにジェイクに報酬をもらわねば。行くぞ。参ったの。何やら教団の中でもあまり触れられたくない言葉なのか。しかしこちらとしては気になるしの。そこな少女、わしらに何か用か。あなたがそうなの？知り合いか。まあいい。お主、その服からするに教団の人間じゃろ。ライジャについて何か知らんか。ミンスターホルン。はい。ミンスターホルンに行けば多分わかると思う。ミンスターホルンか。しかしあそこにそんな手がかりになるものがあったかの。まあ物は試しじゃ。行ってみるか。教えて。なんとも不思議な少女じゃったな。神よ、いかん、あやつを助けるぞ。すみません。ここに神官長様や巫女様がいらっしゃるとお聞きしたんですが。今皆で弔いの祈りを捧げているのです。邪魔をしないでください。その祈りはいつまで続く感じで。参ったの。どれだけ待てばよいのやら。先にその辺を探してみるか。あの少女はいつぞやは世話になったの。お主も巡礼団の一員なのか。ところでここに神官長様か巫女様はおらんか。いるけど何の用？神がかりの見柱に入る許可をちょこちょこっともらえんかと思ってな。それはあなたにとって必要なもの？そう。あなたが望むなら。これなんと許可証じゃぞ。お主一体どうやって。いや待て、まず本物か。門番に見せればわかるから。驚いたな。お主何者じゃ。それになぜこやつの願いを聞く。そうしろと。行かなきゃ。つかみどころのない少女じゃの。とにかく許可証は手に入れたのじゃ。あの門番に叩きつけてやろうぞ。ふむ、さすがに雰囲気があるの。さて、こういうのは頂上に宝があるのが定番じゃ。一気に行くぞ。あれは何じゃ。どうやら封印されているようじゃが。なんじゃ。わし何も触っておらぬぞ。女の子が。
にか倒したか。まったく肝が冷えたぞ。助けておいてなんじゃが、気をつけろ下僕。あやつら怪しいぞ。通常の空間転送とは違う現れ方をしておったし、なんだか雰囲気も。助けてもらったことには感謝いたします。しかしすぐにこの場から去っていただきたい。何？これ以上は言いません。去りなさい。従わないのであれば。ティリス、この方は私たちのために命を懸けてくださったのですよ。ですがこれはまさかそんな。竜王ボルディゲン、なんじゃと。あれが竜族の王。なんたる威圧か。見ているだけで押しつぶされそうじゃ。この程度の力のしかアマリティオ食った。来た。いけません。エーリンゼ様、お逃げください。でもお前たちいつの間に戻ったのだ。竜族貴様どこから。やめて。食らう価値はダメです。逃げてください。あなたには関係ない。一度助けたし、ここで逃げるわけにはいかない。今のを見てなお立ちはだかるか。良いな、実に良い。さて今度の虫はゆっくり戻そうか。まずは足、次に手、そして頭を。ティリス、アリシアここ。状態で飛ぶつもりか。あなたも早く。なかなかに無茶なことをしてくれる。いずれ来るその時までせいぜい逃げ回るがいい。ボルディゲンがいない。これはどうにか難を逃れたようですね。エーリンゼ様、的確なご判断でした。ですがお体の方は大丈夫ですか。あの状態の装置を起動させるのは。大丈夫です。遡ったのは数時間ですもの。クロノグラムの消費も最小限に抑えられましたわ。おい、お主らは一体何者じゃ。なぜ倒したはずのアーバリティアがいる。そしてなぜ竜王に狙われておる。一体今わしらに何が起きているというのじゃ。
先ほども言いかけましたが、私たちのことは話せないので。いえ、ここまで巻き込んでしまった以上、知らぬ存ぜぬというわけにもいかないでしょう。わずかとはいえ時空干渉の可能性があります。歴史が変えられてからでは遅いでしょう。失礼いたしました。改めまして、私の名はエーリンゼ。こちらは私の従者でティリスと申します。先ほど起こった出来事、いえ、私が起こした出来事はクロノリープです。クロノリープ？はい、あなた方が体験したのは時間を飛び越える行為なのです。とっさのことでしたので、数時間ほど遡るのが限界でしたが。時を飛ぶ技術じゃと？信じがたいのはわかりますわ。けれど、ひとまずこの場から離れましょう。じきにボルディゲンがやってきます。そうですわね。立ち話もなんですし、とりあえず外に出ませんか？そうすればきっと私の言っていることが真実だと実感していただけるはずです。今いるこの時間が先ほどよりも過去に位置するのだと。いけません、隠れて。なんじゃ。わしと下僕がおったな。我々は過去に飛びました。だからあれは数時間前のあなた方自身なのです。見柱に防衛設備があるのも納得じゃ。あんな装置をホイホイ使われたらたまらんじゃろうて。待てよ、見柱に降り立った階層、ライジャとはもしや。ライジャですか？ああ、確か私たちのようにクロノリープしたものを昔の人々はそう呼んだと聞いていますわ。ではお主は？エーリンゼ様、大丈夫、平気ですわティリス。すみません。この辺りに休める場所はありませんか？それならこの近くにラルパルという集落がある。そこで休むがよい。わしらも行くぞ。こやつらにはまだまだ聞かねばならんことがありそうじゃしな。大丈夫ですか、エーリンゼ様。ありがとうティリス。少し休めば問題ありませんわ。悪いが、その前にそろそろ説明してもらおうか。お主たちが何者でどんな目的でこの地に降り立ったかをな。私たちが時空を超えてきたというのはなんとなくお分かりでしょう。そうです。私とテリスは今から1000年後の未来からやってきました。1000年後の未来じゃと？そんなバカな話。いや、今の自分たちも時間を超えた存在なわけだから、つまりは超えた時間の幅が違うだけか。理解が早くて助かりますわ。で、1000年もの未来からやってきた目的は何じゃ？アバリティアの解放です。アバリティアは歪みの存在。そこにいるだけで時空を狂わせます。アバリティアが生み出した歪みは徐々に蓄積され、遠からずこの星を飲み込んでしまう。そういった観測結果が私たちの時代にて確認されたのです。なんじゃと？私たちの時代のアバリティアは歪みが肥大化してもはや手に負えません。ですが1000年前なら、この時代のアバリティアならばまだ手を尽くすことは可能ですわ。私たちはアバリティアを探し出して解放し、時空の歪みを解消する。そのために遥か未来からやってきたのです。この星を救うために。
話がいきなり壮大になりよったな。しかし過去を改変してもよいのか。何やら面倒なことになりそうじゃが。それにつきましては十二分に検討を重ねています。アバリティア解放による影響と改変範囲、そして星の未来を天秤にかけた上での計画です。さて、私たちのことは全てお話ししました。納得いただけましたか？うん、大体は理解した。そうですか。では改めて、この話は重要機密であり、クロノリープ自体も一部以外には許されない禁断の秘術です。それらを知ってしまったあなたたちには今からとある選択をしてもらいます。我々に協力するか、それとも死か、お好きな方をお選びください。はい。協力か死か、死を選ぶ場合は私も本気を出します。いや、冗談きついのう下僕。冗談ではないことなどお分かりでしょう。どうかこの場で選択を。協力する。まあこう答えるしかなかろうて。すみません。無理強いしてしまって申し訳ありません。でもありがとうございます。まあ星の未来なんて言われたら冒険者的に協力せざるをえんしな。うん。それに重ねて言いますが、このことは一切他言無用です。もし誰かに話したら。しじゃろ。分かっとる分かっとる。おお、そうじゃ。そうまで言うなら誓約を結ぼうぞ。ほれ、ここにサインを。いいでしょう。はい、書きましたよ。下僕契約書。よっしゃー、新下僕ゲットじゃ。下僕、ちょっと待っ。またなんよ。これはもうフェステのものだもん。エーリンゼ様、やはりこの者たちを消してしまいましょう。いいではありませんか。これぐらいしたたかな方が協力者だとかえって心強いですわ。よし、では下僕よ。後輩下僕の面倒を見てしっかりわしの役に立たせるのじゃぞ。あなたも引っかかったんです。ああ、だからさっきから下僕って呼ばれて。まあティリスの先輩だったんですね。それは心強いですわ。ではまあ、しばらくの間よろしくお願いします、先輩。さて、あなた方には早速お願いしたいことがあります。大丈夫です。すぐに動けとは言いません。少し休んで準備ができたら声をかけてください。